皆さん、おはようございます。こう話した方がいいのか、置いて話した方がいいのか、どっちがいいのかな。一旦置いて話そうか。こっちの方がちょっと手が自由に動かせれるから。おはようございます。ファオです。木曜日の夜に編集して、金曜日の朝に配信する私のポッドキャスト番組。ちょっと思ったんですが、シーズン2となりました。どうぞよろしくお願いします。このシーズン2はもっと思考経路をしっかりできるように、ただアドリブでせずにちゃんとした、なんて言うんですかね、台本を作って話していきたいと思うんですけど、台本にそのままやっていくと、本当に硬くなっちゃうから、確かに台本はダメかなと思って。だから、半々、台本も見つつのアドリブでやっていきたいなと思います。考えを変えるについて少し考えていきたいと思っていて、いろいろと語っていきたいんですけど、いつ言われたかわからないんだけど、大人は一回決めたことは貫けっていう感じの、なんて文章があって、すっごいプレッシャーを小さい時から感じてたんだよね。確かに中学校からだったかな。で、いつも意見を一回でも変えたら、信用できない人だと思われるのが怖くて、全く自分の意見を言わないのか、自分の意見を強く押しすぎて、自分の意見と孤立してしまう二択になっちゃって、曲げすぎるかってどっちだったと思うんだけど、私昔から中立的な感じの人だったと思うんだよね。争いごとも、揉めごとも、ちょっと避けていきたいっていう性格上なんかな。そういう性格だったから、結構自分の意見をあまり言わない子だったと思うんだよね。でも、やっぱり、成長し始めると、自分の意見を言わなきゃいけないっていう場面が多くなって、いや、自分の意見も大事だわって思う場面が多くなってきた気がするんですね。で、その意見を全く言わないっていうのも、自分の反対意見と同意してると一緒なんだよねって私が感じるんだけど、自分の意見が正解だと一回も思ったことなくて、意見を変えるのすごく大事だと思うんだよね。すごいアドリブで話してて、もう台本から全然かけ離れちゃってて、頭の中ですっごい整理しちゃってて、早く言わないと逆に整理しすぎて何もできなくなっちゃうっていうところもあるから。じゃあ、今回はですね、意見を変えるについて少し深掘りして、意見を変えるメリットを何個か考えてきたので、みんなとどういう意見なのかちょっと見ていきたいと思います。まずは、意見って何なのっていうところから始まっていくと思うんですけど、私が思うには意見や考え方はその人の経験とか環境とかその人の価値観とかから作られていて、その人の人生のコンパス的な感じなものなんじゃないかなと思うんですね。で、意見が強い人と意見がそこまで強くない人っているじゃない。で、私は中立的な人だったんだけど、結構意見は強い方だった気がするんだよね。結構もう争い事を避けるために曲げてたんだけど、意見はしっかりあったんだよね。で、私の経験から言っ
たら、私は、18歳までかな、大学行く前までは、日系ブラジルの宗教的な家系とコミュニティに育ってきてた人なんだけど、その時は、周りに大学出てる人とか、そういうそれ以上出てる人とか、東京に住んでる人はもう全然いない状態だったんだよね。だから、高校卒業をして、そういう工場でいいくらいの仕事に就くか、通訳の仕事をする人がすごく世代な人だと思ってたんですね。自分だけじゃなくて家族もそうだし、あ、通訳できるんやったら将来的には強いねって言われるぐらいすごくそういう仕事が評価されてたんだよね。私はすごく工場で働く人とか通訳の人はすっごい努力家だと思っていて、でも自分はそういう工場でも仕事はしてきたし、通訳の仕事もしてきていて、これ以上成長できなくなっちゃう。とにかく地元に残って高校卒業して、そこから成長するっていう選択肢があまりアピーリングではなかったんだよね。その時は。今でも今地元に帰るっていう選択迫られているんだけど、今現時点地元に帰ったら確かに私の経験上違うことはできるんやけど、私の成長止まっちゃう可能性があって、いや、私は東京でまだまだ頑張っていきたいっていう意識があるっていうか、欲があるっていうか、囲碁があるっていうかわからないんだけど、まだ東京には残りたいんだよね。だから、私のメリトクラシーっていうのかな。私のメリトクラシーの話になっちゃうんだけど、きつくてもまず大学を出ていきたい。まず、もうどんだけきつくても、どんだけ苦労でも、まず大学出て、そこから違う選択を見ていきたい。違う視野を見たいっていう人だったから、自分の周りに、そこまで大学卒業の先輩とかも少なかったし、道が危ういところで、すごく、自分、ここ踏み入れていいのっていうところが多かったからこそ、自分の意見を変える、自分の意見を成長させるとか、違う人の意見を聞くっていうのがすごい大事だと思ってきてて、自分の意見にすごく孤立し始めて、自分の意見イコール正しいってなってきた時があるから、そういう柔軟性が必要になってきてた時期が最近かな。最近ももう少し柔軟性のある考え方せな意見ねって思うようになってきました。ここまで言った理由としては、確かにその地元で私の親とか周りの大人が言ってたように、この人生の方がいいよっていう意見をそのまま飲み込んで、はい、じゃあ私はそのまま飲み込むから、そのまま私の人生のコンパスとしてやっていくよっていうことにしてたら、その意見って私の意見なのか、周りの意見だったのか、そこがすごく、なんていうんかな、疑問抱く部分なのね。すごい、今、日本語変になっちゃったんだけど、実際、その意見は自分の意見なのか、他人の意見なのか、他人の意見をもらった時に自分の意見にしたら自分の意見なのか、違う意見って取り入れないのとか、いろいろ考え始めたんだよね。自分のコミュニティから一旦出たとするじゃない一旦違う世界を見てきて、じゃあ、私の意見は正しかったのか、どうだったのかっていうところに突破するんだけど、いろんな事実とか、いろんな
人の生き方とか、いろんな人の経験と接するときに、あ、こういう意見もあるんやっていうところがあるんだね。そういう、その考え方、その意見すっごい共感するわ。自分になかったことだわって思ったときに、もしもその自分の意見とすごく固執していたら、新しいアイディアとか、新しい価値観が生まれてこないと思うんだよね。意見を変えるメリット3点ピンポイントでちょっとピックアップしてきたんですけど、柔軟性な思考。意見変えることは柔軟性を生み出してくれると思うんだよね。毎日のように新しい技術とか新しい意見とか新しい人が出てきて、そういう自分の意見はあるけれど、この人の意見を聞くっていうだけで、そういう考え方もあって、すごく素敵だわって思うのもすごい大事だと思っていて。そして、私の一番の改善点がここなんですけど、意見を変えることは本当に人間関係の改善につながるのじゃないかなって思うんですけど、いろんな、バックグラウンドがあるからこそ、ぶつかり合いが強い時があるんだよね。ぶつかり合いが強いイコール悪いとは思ってなくて、ぶつかり合った時で初めてその人との関係性が深くなるんじゃないかなと思うんですよ。聞ける姿勢であるっていう時点ですごくいろいろとプラスになると思うんですけど、お互い両者が理解し合おうっていうところじゃなかったら、相手の意見ばっかりを飲み込んで、自分の意見全く言わなくて曲げるっていうことが多くなるので、そのバランスが大事だと思うんだよね。自分の経験上、これが正しいじゃなくて、私の経験上、こういう生き方してきて、こういう意見なんです。で、その相手も私はこういう意見なんです。どっちかがもしかしたら、ここがコモングラウンドっていう、理解し合えるところがあるはずなんだよな。でも、どっちかが、いや、私が正しいってなったらさ、助けようがないじゃない？で、結構最近ネットでは、もう今すぐ意見言えとか、これについてどう思うとか、もう情報量が多い分、みんなの意見をまとめることができないんだよね。でも確かに私の生き方があって、あなたの生き方があって、両者の人権が書けなかったら、すごく、いい関係性作れると思うんだよね。3番目がですね、自己改善って書いたんだけど、意見を変えることは自分の成長の手助けになると私が今週すっごい思って、ただ自分の意見に孤立していたら成長もできないし、止まってる状態だったと思うんだよね。この台本もそうなんですけど、すごく台本を完璧にしたいっていう、もう完璧主義の私が勝ちそうだったと思うんですけど、結構、すごく大事な友達がいるんですけど、まずやってみなっていう友達がおったんですね。台本も確かにこう思考回路を作るっていう部分で大事だと思うんですけど、全部丸暗記じゃなくても、自分のナチュラルさ、そういうポッドキャストの良さがそれじゃないっていう友達に言われて、ありがとうって思ったんだよね。そういう意見とか、そういう評価をもらえると、本当に自分のプラスにしかならないと思うんだよね。だから、意見を変える。台本を作って、その台本のまんまやっていったら、成長につながらないと思うんだよね。次はもしかしたら、結構台本をぎっちり書くより、こういう話したい点だけ
になる時もあるかもしれないし、もしかしたら数年後はもう全然、これについて話したい、思考経路はこれだっていう、もしかしたら頭の中で全部丸まったことになる可能性もあると、いいなっていうところにたどり着きたいんだけど、まず、そういう自分の成長にすごくつながるなって思いました。で、結論に行く前に私のインスタグラム、ファボライフ、そして、このちょっと思ったんですが、インスタグラムもあるので、この備考欄に全部書いてますし、よかったらなんですけど、ポルトガル語話せる方でしたら、ぜひ、私の違うプロジェクトとかもいろんなプロジェクトありますので、ぜひ見ていってください。そして、結論がそれじゃなくて、追加したい部分が一つあって、最近起こってるニュースとかって、よく目にかかることありませんかね？すごく、早くこれを意見出さなきゃっていう、そういうインターネットの流れが早すぎて、もう今日のことは昨日言ってなかったらもう時代遅れだよっていうぐらい、早くっていう流れになってきて、もうとにかく、考えずに私の意見はこれやみたいな感じが多くなってきた気がするんだよね。で、すべての物事に意見必要じゃないと思うんだよね。わからなかったら、わからなかったでいいと思うんだよね。さっきも簡単に言ったんだけど、自分の芯がしっかり価値観持っていったら、私だけではなくて周りの人とか、自分以外の会ったことない人の人権さえ守っていたらっていうところから、芯が通っていて、その後、自分の意見とか事実を聞いて、そこから意見を作っていけばいいと思うんですよ。今すぐ、じゃあ、このニュースについてどう思いますか？この人にこのこと言ったけどどう思いますか？っていう、すっごい、パッ、パッ、パッって出るときあるんですけど、思ってることをパッっていうより、まず考えてから発生するっていうことをすごい最近心がっていて、すごく自分の改善点とか自分の成長につながることを考えるようになってきたんですけど、本当に興味があることだったら、もうネットではいろんな人の意見とか、いろんなコンテンツがあると思うので、学びたいっていうんだったらすぐ学べる時代になってきたんだよね。他人の意見聞いて、いや、私はこう感じるっていうんだったら、それでもいいし、で、違う人の意見がこれで、この人の意見もちょっと賛成だわっていう、自分の意見が構築されていくと思うんだよね。そして素直にわからなかったら、これについてどういう意見なんて素直にわからない。教えて、どう思うって逆に聞けばいいと思うんだよね。わからなかったわからなかったで、間違ってはいないと思うんだよね。意見を変えるっていうのが、むしろ自分の強さの証だと思うんですよね。まず自分を例にして使うんでしたら、私はもう高校の時点で、私はファッション一途だっていうことをずっとしてきた人なんですよ。もうファッションじゃなかったら私仕事すらもしたくない。なんで私ファッションじゃないのみたいな。ファッションだけっていう、自分はこの道しか進みたくないっていう、すごい強い意見だったんですけど、新卒で最初に就いた仕事は、不動産だったんですよ。新卒すぐにファッションの仕事をしてたら、今、ファッション大嫌いになってたと思うんだよな。そして、その不動産を辞めた後、すぐにファッションの仕事に就いたんだけど、ファッションデザイナーとしてではなくて、ファッションのプロデューサーっていうところで、ファッションのブランドを作るに欠かせない撮影とか商品説明とか。だからそこですごく文章力も上がったし、
そして、ブランド立てるために必要欠かせない経験を積んできたんだよね。で、その後はもう全然ファッションと関係ないオーガニックの食品とか、そういう自分が思い描いてたファッション世界とは違う世界に入っていて、今こそファッションが一番好きってなってきた時期なんだよね。だから、そういういろんな経験が積んで、いろんな意見が、いろんな経験とか、いろんな、そういう背景が積もって自分の意見がでかく作られてきたから、すごく自分で言うのもなんですけど、奥深い人になったな、いいねって思ったんですよ。薄っぺらくなくてもいろんなレイヤーあるわって思うようになって、そして逆に私はシスジェンダーではなくてトランスジェンダーっていう時点で違うレイヤーが一つできたんだよね。自分が25歳まで、ちょっと25歳だったかな ?2 年前だから。26歳まで、ちゃうわ。もう計算できないわ。今30になるから27歳まで自分の体の変化とかすごく気づけるようになったんだよね。自分はこの方法が自分の体が一番良好だと思っていたら全然真逆で、こういうことしなきゃいけないんだと思う。特にホルモン治療で昔より今の方が寝なきゃいけなかったりとか、食べるものとか気をつけなきゃいけないとか、そういういろんなトランスジェンダーの人と意見交換とかしてきるからこそ、私はすごくこのトランスの旅が本当にいい経験になってきてると思うんだよね。思考経路戻って、社会は止まらないし、時間も止まらないから、毎日新しい技術、新しい情報が出ていくと思うんですけど、自分の意見の再評価できる機会だと思うんですよね。そういう必要に応じて変える強さ、姿勢が本当に豊かな生き方の鍵じゃないかなって思うようになってきました。はい。今日のエピソードはここまでとさせていただきます。ではまた来週の朝にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。では、バイ。